ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、こちらはソニースクエアでソニーの技術が体験できる場所になっております。多くのクリエイターの方々が体験することもできるそうで、我々も先ほど体験させていただきました。佐古さんいかがでした？未来の技術もたくさんあってワクワクする空間でした。僕もさっき360VME という、音響の新しい技術体験したんですけども、実際の制作をするワークフローの中でそれを使ったらより音作りがすごく、革新的に作りやすくなるなっていうふうな、普通は大きいなんて言うんでしょう、スタジオの中で音作りをするんですけども、個人個人がどこの場所にいても同じ音が聞こえる環境を作れるんですね。自宅にいても劇場の空間の音がそのままこのヘッドホンで聞けるっていうことなんで、どこにいても正確な音作りができるってことで、いや素晴らしい技術でしたね。もう我々が前回来た2年前よりもさらに進歩してる気がします。そうですね。それは本当に感じました。ついにキングダムも最終章になりました。映画公開記念しまして、今のお気持ちをお聞かせいただけますでしょうか。やっぱりこのプロジェクトって1から2へ、2からその運命の炎、そして今回の大将軍の帰還っていうのをより良いもの、より高いハードルっていうのに挑戦し続けてきた作品だったんで、そういう意味ではその8年間のやっぱり集大成みたいなのが僕個人的にもそうだし、キャストみんなもね、それだけの思いでこのシリーズの最終章を臨んできたんで、我々のこの魂の叫びというか、プロとしての誇りとかそれを全部この映像に残すつもりでずっと頑張ってきたんで、本当お客さんにどういうふうに受け止めてもらえるのかっていうのは今からすごく楽しみですね。本当にここまで自信を持って進められる作品って数えるほどぐらいしかないんですけど、みんなに見てもらいたいなって心の底から思えるものになったのかなと思います。あとやっぱり撮影の熱気がすごかったじゃないですか。撮影しててもなかなかこの前作の期待感を超えていくのってすごく難しい中、撮影現場もすごい熱くて仕上がりがなんかそれを超えてきたっていうか、監督の要望もあってステップアップしてきて、監督からは日本映画でもなく中国映画でもなく新しい映画を作りたいっていうものの作品になってると思うので、皆さんの反応がすごく楽しみです。シンという主人公が、自分が大将軍になりたいっていう夢を持ってずっと駆け上っていって、本当に自分の憧れの人と会って、その人と戦って、その人から、大きなものを、得るっていう、それを何年にもわたってシンとともにいろんな人々のこの生き様を見て、目にまさに向かって生きるであるとか、自分が成長していくっていうのをなんか自分の人生と照らし合わせながら見ていけると一つの映画体験になれてるんじゃないかなというふうに思ってます。この作品を作るためにここまで頑張ってきたっていうのがあって、8年前に大沢さんに大きい将軍をオファーするときに、大きい将軍って一番もうやばいやつなんですって、もう一番炎上するかもしれないやつなんですけど、お願いできませんかっていう話して、その割にまだパート1って全然出ないんですよねっていう話をして次作れるかどうかっていうのはもちろんパート1が当たらないとわからないんだけど、なんとかここの話までやりたいんで最初からお付き合いお願いできませんでしょうかっていうお願いをして、だからその約束を果たせたっていうのがなんか一番私としては嬉しく思っていることです。本当にもうその説はありがとうございました。炎上してないといいんですけど結構複雑な戦略が展開するクライマックスだったと思うんですね。CG とか VFX とかそういう技術的なことを言うならば、この空間が本当にあるように作れるかどうかっていうところに結構かかってたところがあって、全然違う場所でいろいろ撮ったものに対して合成であったりとか、あるいは大きなセットを作ったりとか、いろんなことをしながらそれに近づけて CG でそれを作っていったんですけど、スタッフの連携がないとこの一個の空間を作るっていうのはなかなか難しかったんですけど、うまく作り上げられたなっていうところがものすごく今回の大きな手応えだったと思うんですね。でなるべくそれを感じさせないようにキャストの皆さんには自由にそこでのびのび演技をしていただきたいなと思ってたんですけど、役者の方のイマジネーションとこっちの今後 CG とかで作るイマジネーションとかうまく
融合できたなっていうふうに思ってますね。そのコロナ禍に中国に撮影に行けなかったっていう不利な状況をみんなが知恵を出し合ってなんか解決していった。その中国にもし行けた場合と行けなかった場合の想定はしてたんですか？してました。実はギリギリまでは中国行ける想定を持ってたんですよ。撮影中でしたけど、行けなかったことで全ての作戦をこうちょっと変えてですね、技術的な裏付けとかも結構必要で、一つあったのは今までのやっぱり3作品までの手がかりがあったんですよ。群衆シーンがあそこまでできたんだったらこっちはこのぐらいはいけるはずだみたいな、このカットだったらできるとかっていうのをこう積み上げて作ったようなところがあるんですけどね。本当に狭いとこでやってたりしたじゃないですか、背景全然ない。ちょっと不安でした正直、これ大丈夫なのかなっていうここどこまで CG でやるんだろうっていうのがね。だってやっぱ現地に行けないとか行けないって聞いた時は逆に武者震いがして、もうこうなったらもうどこでやるでももうこういうロケ場所でやるっていう写真は見せていただいてたから、きっとあの場所になるんだろうともう勝手にイメージして、きっとここに敵が並ぶんだろうなとか、でパッと振り返るとこの辺にきっと丘があってそこにこの隠れてた軍隊が来るんだろうなっていうのがもうだんだんこうそういうのが感覚的に常にすごい敵がもういっぱいいた感じだったのをすごくよく覚えてます。バイオの戦いっていうのは我々のこのプロジェクトとしても最もこのクライマックスで監督はじめ全員がもうものすごいやっぱり興奮状態だったんで、そういうのがすごくこのクリエイティブチームとのそのエネルギー、その場の空気がそういう困難な場所でも乗り越えたのかなっていうのは自分はすごい感じてますけどね。この戦闘の舞台場の設計っていうのはこちらがやりやすいように作れてるんですよ。なので実際には現地でロケしているよりもより映画的な空間が作れたなというふうに思ってます。あそこではねこんなふうには撮れなかった。結構過酷な状態の中でもベニスは、頑張ってくれて、今はもう内蔵フィルター、が入ってる、カメラが多いんですけれど、内蔵フィルターがあったら何が？レンズ前で交換したりという手間ではなくて、もうボタン一つでいけるので、撮影現場でスピーディーだし、俳優さんがいい状態になった時にもうすぐ撮らないといけないっていう時がもう待たせない、シャッターチャンス優先で撮れる。でもこのカメラなかったらすごい過酷な撮影とスケジュールの中であんなにたくさんのカットを自由に撮っていくってことがもしかしたらできなかったんじゃないかなって、そういうことも技術って進んでるんですよね。あんまりこうカメラを意識させないような撮影が本来はできればありがたいかなと。ちっちゃいカメラなんだけど結構近くまでこれぐらいまで来るんですけど、全くそれが自然にできるっていうか、圧迫感とか威圧感がなかったんで、空気なような形でどんどん撮影ができればありがたいかなと。そういう面では機動力もよくって、分離するっていうか。そうですね、分離できるっていうカメラってなかったんですよね。それをどうやって撮るのかというと、よく引き尻がないって言うんですけど、カメラが入んないからもうそこでは撮れないみたいな、それは大きいですよね。他では不可能なので。当然のごとくやっぱり CG 作業が多くなって紀元前の話なのでやっぱり加工が多くなって、そうなってくると基本をしっかりとっとかないと、後で加工してもなかなかこう損傷が出たりする、そのためにはもうベニスが一番かな、日本で作られたカメラっていうのにちょっと誇りを持って使いたい。監督が自然光にすごくこだわってたんです。本当にこの自然のいい感じがね捉えられてるんですよ。実はそれがすごいこの作品にいいテイストを出してるんで、光はすごいこだわってますよね。だからね、これだけグリーンバックとかテクノロジー使いながら、あの日は本当に木漏れ日が差してて、自然とのその調和がこのタイミングでみんなが一つになる瞬間があるんだなって、ああいう奇跡的なシーンもすごく自分としては一緒に入れたことはすごく人生の宝物だなと思いますけど、皆さんのお芝居ももう今撮らないとダメだっていうような雰囲気になった。そうですよね。でも終わって本当にでも監督はまず感謝したのは馬の方でしたね。僕一生懸命大沢さんが圧倒的なんで、存在が。大木軍はもう大沢さんが入ったらみんなもうピシッと雰囲気が変わりますからね、一致団結しようみたいな声掛けもなかったですしね。何年もわたって同じ役を同じチームでやり続けるってことがなかったんで、だんだんこうあうんの呼吸みたいのが出てきてて、
僕やその要くんのシーンは特にこの最後の大将軍の期間にはほぼもう決戦の連続だったんで、監督はじめスタッフもこうものすごくこう戦いに来てるような顔になってるし、我々もそこのもう決戦に行くことしか考えてないし、監督ってあんまりリハーサルやられないじゃないですか。リハーサル何回もやらないですよね。ねえ段取りやってテストやって急に行きますよね。そしたらもう本番行きたいぐらい、そういうリズムもすごく自分としては本番に行くときに本当に最高のこの興奮状態にいつも持っていくことができたし、そこに要くんがいつも寄り添って僕の状態を見ててくれて、必ずここに反応してくれてたんで、本当に素晴らしい時間だったですよね。なんか変な疲れがなかったですよね。それよりもこう皆さんのこの熱気に飲まれないようにとか、自分を失わないようにと思ってこうぐーっと集中する瞬間があって。でも本当にプロの人たちってすごいなと思って、寒い山の中の吹きさらしの中で朝入ってみんなコーヒー飲んで、最初のシーンがクライマックスの雄たけびを上げるところいきなりリハーサルやって本番だったからこれすごいなと思いながら自分はもう望むところだと思ってやってたら、もう監督はバンバンもうじゃあ本番行きますってどんどん言うし、佐藤さんはじめ照明もカメラもやっぱスピードがすごく速いんで、1カット終わったら次のカットの心の準備を始めないと間に合わないんだよね。このスピード感とか大事なんだなっていうのは思いましたけど。せっかちなんですか監督。あん時取っときゃよかったっていう、なるべくその奇跡を早く取ってしまいたいっていう、今だ来たみたいな、抜け目なくそういうとこをこう取りたいっていうのがちょっとあるんですけどね。でも少しせっかちしたんだよまあ技術も大切なんですけれど、秦のセリフで戦は数じゃねえ人だっていう、この作品も人で最終的には成り立ってるので、スタッフもキャストもみんな頑張ったので、人でできた作品なのでいい形で見てもらえれば。キングダムって一人一人がものすごくフューチャーされる作品で、主役も脇役も、どんな役でもそれぞれ感情移入できると思うんですよね。なんか社会の縮図っていうか、なんかこの世の中の縮図みたいな、そういう意味ではなんだろう、誰が見ても楽しめるというか、誰が見ても自分に置き換えて納得できる、いつの時代もこう見たいなって思える、技術の革新とともに俳優としても努力し続けなきゃいけないなというふうに思います。この常識、なんとなく日本映画ってこんな感じだよねっていう枠組みみたいなものをキングダムは常に壊してきたと、もっと僕らすごいことできるし面白いものを作れる、それがまた新しい常識になってこんな作品がもっとたくさん生まれてくる、なんかそんな未来を作りたいっていう、そういうことの一つのなんか過程でもあるなというふうに思っていて、この作品の中にある大事なテーマの一つは継承だと思ってるんですね。そして未来を子どもたちに託していかなきゃいけなくて、自分たちが持てるものを託した若者たちが自分たちの想像を超えるような形でさらに返してきてくれる、そういうラストになっていると思っていて、とても感慨深い物語だと思ってます。やっぱり一番はこの主人公である秦の、彼がいろんなものに壁にぶち当たっていろんなものを得たり失ったりしながら成長していく物語なんで、見た人全員が秦になれるんで、そこに共鳴して共感して秦と一緒になんかこう成長したり、何か乗り越えていったり、何かを勝ち取っていったりしてくれたら、キングダムを作る側の一人として見てくれたら一番嬉しいなというふうに思います。また新しいハードルをさらに設定してやり続けて、新しい感動の記録更新をするのがやっぱり僕は映画だと思うし、その困難な壁乗り越えたものにだけお客さんは評価してくれたり、映画の魅力であり怖さだなっていうのを改めて今感じてますけど、この作品自体が当初映像化できないというふうにレッテルが貼られてた原作だったんですね。まさに夢が実現したみたいな瞬間に我々も立ち会ったところがあって、それはですね、映画界のやっぱりこうシステムだったりこう技術だったりが我々と共にやっぱりこう動いていたし、それを共にこううまく活かせてそこまで来てたということもあったので、映画界もですねそんな感じでこう技術と共にこうどんどん進化していくし、我々もより新しいものを追いかけていかないとやっぱりいけないんじゃないかなと。今後もそんな風にですね映画界がどんどんこう新しい技術とともに発展することをすごく願ってますし、それをうまく使っていくクリエイターでありたいなというふうに思ってます。